ます。お願いします。レビンの2ドア、はい、やっぱこれで昔はね、みんなドリフトしたり腕磨いたりサーキット行ったり山行ったりして土屋さん時代もそうですけどプロドライバーになっていくみたいなイメージの車でしたけども、最近はもう中古車屋並んでたらもう高級車、超高級車、なんなら使い方としてはもう保存会みたいな感じになっちゃってますもんね。そうですね、走ってる個体が少ない。正直事故ったら危ない車でもあるし、そうですね、復活もできないしパーツもないし、気持ちはわかるけど実は本来の86の使い方はまさしくこれ。そうですね、はい、若くしてほとんど自作で自分で手を入れて DIY で、はい、じゃあちょっとフロントからエアロはもうまずでかいのはついてますが、テックアートの、大きいバンパーがリップが一体型になってるやつですね。あ、じゃあ下もこう一体型なんですね。一体型です。で色も純正と一緒の、ハイテクツートーンの白黒で塗り分けられてます。はいはいはい。でやっぱこの辺のねオレンジウインカーそのまま残しつつクリアにしてる人もいたり、ね、いますけどね、外したり人もいたりするんですけど、でもやっぱ個人的にはあった方がこの当時感があってかっこいいかなっていうね、っていうのと、あといやフォークでも大戦争の後継ヘッドライト、そうですね、ここもガラスなんで割れちゃうと結構面倒くさいと。面倒くさいですね、はい、物がない。この辺も新品も出ないですねっていうね。であとサイドのクリアのウインカーもぶつけたりして割るともう高いと。新品は出てはいるんですけど、あ、出てるんですね。出ては今高いですね。高い。じゃあこの辺は大切にしていかないと保存できないと。はい。で真ん中のグリルはこれ後期の GT アペックスのグリルになりますね。ちょっと違うんですか、やっぱり。ちょっと違う。オプションで内側にここにフォグライトが2ドアを入ることがあるんですけど、これはないタイプ。これはないタイプですね。じゃあここら辺は GT アペックスだからこれっていう感じですね。でもどこが GT アペックス仕様なんですか、これは。GT アペックス仕様は見当たらないですね。見当たらない。まあ C でいうと、そこのグリルぐらい。グリルぐらいですかね。外装で判断できるのはグリルぐらいですかね。だってみんな GT アペックスをベースにいじっていきたいとかグレードあるじゃないですか。それを関係なくぶった切っていくと。そうです。でボンネットもテックアートですか？ボンネットもテックアートのカーボンボンネットになります。いいですね。ここもね、ちゃんと端はね黒で塗り分けて、ちょっと塗り分けられてる。でカーボンボンネットっていう感じで、あとダクトも結構でかいですね。結構でかいです。なかなか冷えそうな。はい、ダクトも大きくてちょっとナットでかち上げてあるんで、だいぶ放熱性は高いかな。いいですね。かち上げナット今つけてる人多分もう1000人に1人いないんじゃないかな。1万人にもいないんじゃないかなと思うぐらい。DIY ならではの。これね、この下駄を履かしてね。下駄履かせてっていう。上に上げるという仕様で。ワッシャーをちょっと厚めのワッシャーを入れて。いやーかっこいい。であとはこの辺はバンパーもクイックリリースできるようになってるんですか、これ。そうですね。左右で蝶ネジが2つついてるんですけど、それを2つ外すともうポンとポンで外れる。ポンで外れます。でフェンダーもモールがオーバーフェンダーついてます。純正の鉄フェンダーにテックアートのリアフェンダーを対角線上につけてフロントに履かせてます。こんななんか切り張りもせずにこんな合うんですか、チリ。結構86はリアのフェンダーを対角線につけるっていうのは、純正のリアフェンダーをフロントにくっつけるっていうのもあったりもするんで。あ、それはもうお決まりのチューニングなんですね。お決まりだと思います。でちょっとだけ外に広げてあるんですかね。そうですね。ワイトレを入れてる都合上、ハンドルがめちゃくちゃ切れるんで。ああ、なるほどね。内側に当たらないようにスペーサーを入れてったらオーバーフェンダーでも入らなくなってしまう。入らなくなってしまってる。でアーム類はピロ化してあるという。フルピロになってますね。お金かかってますね、だいぶね。なかなか作れない仕様になってました。でここら辺もアラゴスターの車庫長が入ってる感じと、バネレードどんな感じなんですか？フロント9キロでリア6キロですね。結構柔らかめなんですか、それって？リアは結構柔らかめかな。このフロントのホイールがワークのマイスター S1。フカリムやっぱり大事じゃないですか、この世代の車は。この時代はフカリム大事ですね。ですね。まああと J 数もねかなり外に出さないと面がまず出ない。そうですね。これで J 数的には前後 8.50 です。8.5入るんですね。8.5に1955015でオフセットがフロントがプラス5でリアがマイナス18になり、前後に20ミリのスペーサーが入って、スペーサーがいっぱい入ってるので実質どっちもマイナスオフセット。マイナスオフセットですね。でこのキャリパーが珍しい、なかなか今はつけてる人がいないスミンボ。HCR32？ HCR32 のブレーキキャリパーがついてます。でも十分じゃないですか、これでも。めちゃくちゃ止まります。まあ軽いですしね、まず。これ何キロですか？890です。890。ほとんどまあロードスターみたいな感じなんですね。そうですね。屋根がついてるロードスターみたいな。屋根がついてるロードスター。でエンジンはこの 4AG なんでまたちょっと違う気持ちよさもあるでしょうし。でリアも同じこのテックアートのテックアートフェンダー、ワイドフェンダーがついて、であとこの後ろがまたこの強烈なこのはみ出方しますね、このバンパーの後ろ。そうですね。なかなかない出方してますよね。なかなかないですね。引っ掛けそう。
あんま後ろまで行きたくないなと思っちゃうぐらい。そうですね、対向は全然当たんないんですけど、バンパーの方が先に当たりますね。どっちがいいかちょっと悩ましいですね。悩ましいところであります。エアロぶつけてかマフラーぶつけてかみたいな。まあエアロの方が安いかなみたいな気がしますけど。であとやっぱテールがね、やっぱこれでしょ。可愛いナヨンとしたこのパンダちゃんみたいな。そうですね、この2ドアの後期がちょっとここの分だけ伸びてるんですよね。前期はここでスパッと切れてて、ちょっとなんか後ろから見るとちょっとバランス悪いなみたいな感じはあるんですけど、そんな気にはならないですけど、確かにメガネかけてるみたいっちゃメガネかけてるみたいな。この世代のレビンといえば D1 で日比野さんがずっと暴走したイメージがあります。そうですね、恵比寿の南で飛んでる、ぶっ飛んでね、ぶっ飛んでるアクセル全ぶっぱ、ずーっと踏みっぱなしみたいなね。あの頃から86はやっぱあんなにハイパワーな車にね、あの軽量ボディでなんとかついていくみたいな感じでかっこよかったですよね。すごいですよね。すごい。今はねもうなんか 1J 乗ってるみたいなのもありますけど。ありますね。はい。でマフラーがまた珍しいドルフィン。リアエンドだけ加工というかワンオフで作ってるやつなんです。そこまでは GP スポーツ。結構音もね、そのバック音すぎず結構気持ちいい感じですね。外で聞いてる分にはまあいいんですけど、中が何もないんでとにかくうるさいです。ちょっと中見させてもらいましょうか。このトランクからまず。トランクはスカスカ。よ。これをどかすとここになかなかいないコレクターがついてる。コレクタータンクもついて、これでちょっとガソリンの偏りはちょっとは軽減されるのかなみたいな。これも DIY で。これもそうですね、タンクとかは全部買ってきているんですけど、ホースもあれですね、流す全部自分で決めて作ってます。この辺もねちゃんと自分で穴を開けて、自分で穴を開けてちゃんと自分で穴を開けるっていうのがポイントですね。大事ですか？自分でやった方が満足度高いかな。なるほど。でこれ耳うるさいからカバーをかけて、そうです、消音してるっていう結構アナログな車にはアナログな感じで対応していこうかなっていう。でこの辺ももう内装なんもない。なんもない。もともとあれですね、2ドアとかないですね、ここら辺。こっちないんですね。こっちはあるんですね、さすがに。こっちはもともとは全部あったんですけど、それも全部なくなりましたと。全部取っちゃって、ボディも錆がほとんどないんで、確かに年式からしたらまあ綺麗かなっていう。いやまあ年式からしたらこれだって何年前の車ですかこれ。ちょうど40年前ですね。もう白髪だらけですよね。人間だったらそうですよね。すごい。ちょっと中も見せてください。中もどうせなんもないんでしょと。どうせなんもないんでしょと言われたら本当にちゃんとない。もうこの下も全部フロアカーペットも剥いじゃい。そうですね、アンダーコートも全部取ってあるんで、なかなか軽量化はされてるんじゃないかなとは。純正でどれぐらいなんですか？純正で980になるんで、何を剥がしてもそんな重くないから90キロぐらい軽くするのってすっごい難しそうですね。なかなかそうですね。結構みんな屋根を最近はカーボンに変えるとかは流行ってるんですけど、これはあえての鉄のまんま。鉄のままね。はい。まあそこら辺はねお金を突っ込むしかないですからね。そうですね。でリアの内装も特段何もなく、何もないスカスカと。いいですね。やっぱフロア塗り直すとなんか新しい車に見えますね。ちょっとはそうですね、レーシングカーみたいにはなるかなっていうので、中の色も結構迷ったんですけど、まああえてのソリッドの白で、いいですね。昔のレーシングカーもこんな感じだったかなっていう。夏はだいぶ暑いですけどね、反射がすごすぎて。確かにこれ反射したらめっちゃ眩しいですもんね。めちゃくちゃ眩しいです。あと内装もこれくるくるなんですね。くるくるです。すげえ。 GT アペックスは本来パワーウィンドウの設定もあるんですけど、これはくるくるのままの。いいですね。あとこのミラーもねカーボン製になって、なかなかない純正形状のカーボンミラー。エアロミラーじゃなくてね。そうですね、結構みんな EC ワークスとかのM2 時代についてたミラーをつけてる人も多いんですけど、でもやっぱりこういうドアのヒンジはもうどうしても腐っちゃうんですね、この辺。そこら辺はちょっと見ないでいただきたいと思います。でもしょうがない。ダメですね。だって40年前ですしね。今の鉄の質度も違うでしょうし、やっぱ塗装の質も全然違いますから、もうしょうがないですね。こういう状態でも今300万アンダーみたいな感じじゃないですか。そうですね。状態と値段が合ってないみたいな。合ってないですよね。だから昔だったらめっちゃ綺麗なのが300万だったら分かるみたいな感じだったんですけど、もうどんなにひどくてもどんなに手を入れなくてもねいけなくても金額高いですからね。高いです。でも本来はこうやって使ってほしい。本来の使い方はこんな感じかな。ちょっとこれ座っていいですかこれ。はい、お願いします。よっ。やっぱいいですね。小ささがいいですよね、この車は。軽バンを足車に使ってるんですけど、サイズ感がほぼほぼ変わらない。ここの距離感もね。距離感もほとんど変わらない。ドアノブ届きますからね。届きますね。であそこにはアペックスのパワー SC の。そうですね。4スロ時代の残骸がそこに残ってます。なんと今は後で紹介しますが OER のキャブ OER キャブ仕様というね、なんか踏んでたらいつか折れそうなんじゃないかと思うぐらい細いペダル。細っ。大丈夫なのみたいなぐらい細いですよね。あと近いですね結構ね。めちゃくちゃ近いんです。ブレーキとクラッチが近い割にブレーキとアクセルが離れてるっていう。確かにもうちょっとブレーキをアクセル側に寄せないんですけど、確かにクラッチもなんならもうちょっとこっちでもいいのになと思うぐらいね。
あとこの内装は基本的にはもうそのまま後期のまんま、後期のまんまで、このねダッシュも割れてないですからね、1ミリも。そうですね、すごいですね。ちょっとなかなか珍しいんじゃないかなずっと屋内保管なので、ああ、やっぱ屋内保管大事なんですね。日差し当たんないのが大きいんじゃないかなと。はい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 。あとはミッションは純正高速。純正高速ですね。ショートシフト入ってるんで、ああ、ちょっといい感じですか。はい。そうなると思う。あ、全然短いですね。多少なりの短さじゃないですよこれ。86の純正のミッションしてるんで、これの多分ね3倍は言わないけど2倍はあるんですね。ありますよね。ニョンニョンニョンって感じじゃないですか。ちょっとこれエンジンかけてもらっていいですか、これちょっと。はい。やばいです、やっぱこれっすね。いやー、あとキャブの音いいっすね。排気より吸気の方がうるさいんで、うるさいっすね、確かに確かに。吸気の方が前から聞こえて、マフラーは多分後ろの人がうるさいだけっすよね。そうですね。あとこれなんすか、これエアゲージをやってるこれ。これはあれですね、電圧計です。あ、燃圧計なんだ、はい燃圧計こんな取り方あるんだよね。キャブレターの方からそのまま直で取ってるんで、あ燃料ホースなんでこう破れると足元にガソリンがガソリン来るんだ、当時のレーシングがこんな感じなんで、ああそうなんだ、かっこいい。あとはやっぱねこのオモステナルディ、ナルディです36パイですね。ちょっとデカめなんですね。大きくないともう重捨てが回しきれないっていうので、ああそっかそっかそっか。これ32とかにしたらもうマジで重いのか。大変なことになっちゃうんで、でね、ネオバなんて履いてるからさらにやっぱ食っちゃってね、はい、そっか。マスターバックもレスなんで、これ奥まで多分踏まないとマジで効かないんだろうな。効かないですね。ね、いやー、あとアクセルペダル重いこれ。これでもだいぶ軽くなったんです。これの倍重かったんですよ最初。マジっすか、はい、結構重いですよこれ。まあ普通にね渋滞じゃなければそんな全然しんどくないと思いますけど、これ何なんですかこれ。これブレーキバランサーがついてる。あ、バランサーもつけてんだ、はいそれウィルッドじゃないですかちゃんと。すげえ。じゃあこれ前後バランスを整えるよう前後バランスをになるんですね。ちょっと変えれる。でここはキルスイッチ。そうです。いや面白い。あとね AEM のこの AF 系っていうのもねまたいいですね。そうですね、自分でセッティングやるのに、はいはい、そうか、必需品です自分でセッティングもしてるんだ。はい、セッティングってやったらどういう感じでやるんですかこの車に関しては。年長を合わせるっていうので、キャブレーターのメインとエアジェットとかの、を合わせて一番最適な、数値に持っていくっていう。逆にそれぐらいしかない。それしかないですね。ああ、じゃあそこさえ合わせられるようになったら自分でも十分キャブ冬もね、はい、夏もいろいろ仕様も変更できると。じゃあちょっと最後エンジンルーム見せてください。はい、多分一番時間とお金かかってるのエンジンじゃないですかもちろんこれ自分でやってるっていうのがねまた大事。そしてボンネットはフルオープン、はい、なんかもうやってることがね1号とか13と一緒なんですよもうねシルビアと一緒。さあエンジンはちょっと紹介してくださいぜひ。エンジン自体は、16バルブの 4AG がベースになってて、それを、83パイのピストン、純正が81なんですけど、83パイピストンまで2ミリオーバーサイズにして、1666cc までの、原付1台分増えてるっていうようなイメージ。大きい、はい、この車重でこの馬力でね1台でかいに、なんか X の断面のコンロットも入れてるんでしたっけ。そうですね、X 断面のコンロットが入ってて、はい、カムも戸田レーシングのが304の2パパ、はい、結構ハイプロフィールですね。10.5 ミリリフトになってるこれぐらいで動かすんだったら限界ぐらいですか。そうだと思います。これはキャブ仕様なので。キャブ仕様です。でこれですね OER キャブレー。なんか FCR のイメージでしたけど、これは OER ですね。 OER で、もうこの辺は配線という配線って本来もうほぼいらないですねこの車に関しては。そうですね、エンジンハーネスっていう概念がほぼなくなるんで点火を本来はフルコン使ったりすれば、はい、今時のリンクとかにすると、エンジンハーネスが出てくるんですけど、基本的にはこのデスビからつながってる2本の配線以上っていうのは、以上なんならこれ以外いらない。これ以外いらないですねでね、電圧高めるための MSD とか、あとは将来バッテリーが入れたり、はい、であとはもうスタビがちょっと変わってたり。そうです、スタビもこれ TRD かちょっと太めなんです。ちょっと太めです。でここのフロントのなんかバーみたいなのなんですか。クスコの、テンションロッドがついててフルアームになってるんで、なるほど。じゃあアングルもつけられる、はい、ドリフトしようと思えばできなくはない。できなくはない。そしてこの辺はオイルクーラーもついてると。はい、まあ走ろうと思えばもうすぐ走れそうですね。すぐ走れると思います。駅マニも買ってそう。駅マニがあれですね、これメーカーがよくわからないスチールがついてます。あ、スチールなんですね。相手のスチールいいですね。スチール割れないしいいっすよね結局。
あとエンジンが結構振動がすごいのか割れる人多くないですか？多いです。めね、ちゃくちゃ割れます。何なんですかね、やっぱエンジン振動なのかな。やっぱ4発でステンレスって割れやすいんじゃないですかね。まあ熱もすごいですし、上まで回すっていうので。熱もそっか。いやいいですね、やっぱこの 4AG ならではのスカスカいい意味でもスッカスカね、なんもないエンっていうジンヘッドからのこのなんもない感じ。真下見てすぐ地面が見える、ね、オイル漏れてもここから拭いてたよね。全なんかいろいろできそうですもんね。メンテナンスがすごくしやすい。ボルトナット落ちても楽。楽です。オイル交換にするときにジャッキアップしなくてそのままそのまま排油機流しぶち込んだらそのままいけるので。そうか、それぐらいね楽ですね、これだったらね。ちょうど斜め右下のところにドレンボルトがついてるんで、すごくアクセスがしやすいんですよね。いいですね。あとなんかマウントも色塗ってるんですか、これ。マウントがこれあれですね、テックアートの2センチローダウンのエンジンが下がるマウントがついてるんで、ちょっと低重心になるんですね。いやもうぜひじゃあちょっと走りに行きましょう、これは。はい、お願いします。86はこういう使い方ですよね。当時の使い方、やっぱ走ってなんぼ。走ってなんぼ。なんなら事故ってもまた箱買ってくればいいやみたいなね。まあ今はなかなかちょっとできないけど、若者がこうやって今の現代風の使い方じゃなくて、当時の使い方をぜひ行きましょう。お願いします。はい、お願いします。いやこれはお父さん乗りたいんじゃないかな。お父さんから譲り受けた車だとしても乗りたいって言われるんじゃないですか。たまにはいいんじゃないかな。たまにはいい。クラッチ何でしたっけこれ。クラッチ TRD です。あ、TRD 乗りやすい。3からつなぎやすいですよね。全然純正。ほぼ純正。ちょっとだけ重くなってるかなっていうぐらいで。ああ懐かしい。やっぱ86はこれでしょ。この何もない感じ。安全装備という安全装備ないですかね。ないですね。全然済んないと思いますけど。はい。なるほどね。言いたいことが分かりました。ここね。気持ちいいマジで。
勝負みたいなのあるじゃないですか。なりますね。置いてかれたとか、もうそういう概念ない。オーナーが気持ちよければまあいいかな。いや、そう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 。でも昔の人よくこれでドリフトやってたな。これぐらいのパワーでもまあ滑るはね滑りますけどギリギリですよね。ね。いや本当にすごい。日々野さんとかフリッパーの理由が分かりますよね。フリッパーの理由も分かるし、クラッチ蹴らないと落ちたらもうすぐこれ食っちゃうもんね。面白い。ボディ合成という概念よりはもうエンジンが楽しいからマジで気にならない。気にならないです。本当に気にならないですけどね。あとどうしたいですかこれは。なんかやりたいですか。まだ知りたい。ないですね。一旦これでいい。一旦これであ運転上手になろうかなっていうのがとりあえずまあそれも大事ですよね。車仕上げてね走れなかったら意味ないですからね。でももうこういうローパワーの車で遊んでる人もだいぶ少ないでしょ。もうさいないですね。まあ、ローパワーだったらロードスターぐらいが多いかなっていうイメージがあるんですけど、まあ NC とか安いですもんね。安いですね。 NB とかも。やっぱこれにはない楽しさはやっぱありますよね。まあ全然違いますよね。そうカードじゃないと味わえない感じはやっぱあるんで。でも多分86乗ってる人はターボ車乗らせてもらっても結局こっちに乗るとやっぱこれだわってなるでしょ。やっぱ一回 NA の気持ちよさを知ってるとね、やっぱどっちも欲しいなっていうか。上まで回る気持ちよさはやっぱ NA じゃないじゃないですか。そうですね。上まで回ると特に最近の車はね、下が強いエンジン多いですからね。いくらでも踏めるわマジで。あんま進んでないのよな。でもこれが行動を楽しめるじゃないですか。今の車でちょっとアクセル踏んだらもう法定速度だったり前詰まるんで楽しい。僕も1台目はインテグラの DC5 だったんで、やっぱこういう楽しさありました。ありますよね。踏んでなんぼ回してなんぼみたいな。回してなんぼもう8000ぐらいからやっとみたいな。この楽しさはね、やっぱその年代の若い子で楽しんでる方がいいっすよ。絶対に。おっさんになってくるとね、エアコン欲しいとかちょっとわがままが出てきちゃう。出てくるから出てくる。そうですよね。これプラホも軽いっすか結構。純正より2キロ軽いです。2キロが最高っすねマジで。ついつい踏みたくなる。ありますよね。あとやっぱこの季節に乗りたいね。そうですね。季節限定。あと2ヶ月ぐらいかな。そうですね。これ自分で作るってすごいな。もともとそういう知識があった。いや完全今回独学です。独学、すごい。いろいろ見て。そうです。こんなところまでできるんだ。気合と根性と時間。そうですね。あとはまあ周りが結構助けてくれたのがでかいです。うるせえ。エンジンの吸気音の方がうるせえこれ。やば。すごい。周りに迷惑ならず自分だけ迷惑になるっていう。そうですそうです。これ最高っすねやっぱ。この内装がないから確かに独特な感じですよね。もうなんか多分いろんなところが振動してそういった教師音も含めて気持ちいい。最高。すげえな。やっぱねこのね電スロじゃないキャブのワイヤーを引っ張ってる感じがやっぱ足で分かりますもんね。いやどれぐらい開いてるのかなっていうのが足で分かる。なんかもうこう開いてる感じとかが分かるもんねこれ。すごい。今の車より乗りやすいんじゃないかな逆に。今の車ってこうなんかモードを変えただけでねすぐスロットルが開きすぎたりするじゃないですか。やっぱこれっすね。ワイヤーがやっぱワイヤーが一番いい。やっぱりこの世代のこの重さで今タイヤがどれぐらい設置してるかなとか全てが自分に伝わってくるじゃないですか。そうなんですよ。分からないものがないっすよね逆に。ないですね。ね、面白い。まあ今はこんな車作れないだろうけど時代に逆境していくこのスタイル。
くなるこれ。